今回は、ファナテックの GTDD Pro に、QR2 を取り付けたので、それの、レビューだとか、取り付け方法について話していきたいと思います。これなんですけど、これ GTDD Pro にグランツーリスモの公式ステアリングをつけて、鈴鹿で F3、iRacing で走ってるんですけど、iRacing というソフトで走ってます。で、この GTDD Pro のステアリングには、ファナテックのフォーミュラ V2 ステアリングというフォーミュラステアリングについていったクイックリリースを取り付けてますね。なので、ステアリングの奥にちょっと赤いものが見えると思うんですけど、それが金属製のクイックリリース1になります。関西ブログに書いたんですけど、旧型のクイックリリース1型、クイック QR1 の、プラスチック製の、クイックリリース QR1 ライトを使っちゃうと、これなんか重いトルクがステアリングにかかった時に、ハンコンの軸とステアリングの間でズレが生じてすごい気持ち悪いんですよね。それは僕が購入した、クイックリリース1ライトの特性だったのかもしれないけど、今回この金属製の QR1 に交換したら、特に不満もなくこうやって走ることはできました。で、今回はもうこれを QR1 からQR2 に変えてしまおうと。GTDD Pro のステアリングは今回変えないんですけど、全部 QR2 化してしまおうという企画動画になってます。で、これはBMW GT2 V2 ステアリングを今 QR1 で走ってます。で、トルクは最大 8Nm を GTDD Pro から発するような状態にしてます。これも別に特に問題ないかなとは思ってます。で、ちょっと久しぶりに走ったんでめちゃくちゃ暴れてます。下手くそなんですけど、ただこの個体 QR1 ですけど、本当に高いトルクがかかった時に稀にカキンって、GTDD Pro でも言ったりはしたことがありますね。カキンっていう音は QR1、金属製の QR1 から発生することがある音なんですけど、強いトルクが発生した時に音がすることがありますね。今回ちょっと試しに QR1 で走ってはいるんですけど、今回は聞こえてないです。最大 8N なので、そんなに聞こえることはないですね。DD1 で 20N とかかけると、たまにカチンカチンという音が出ることもあります。そんな感じなんで、個人的にはそんなに無理してまで、GTDD Pro とか CSLDD だったら QR2 にする必要はないのかなとは思ってますけど、結構便利にはなるんで、これからの、動画見てもらって、興味があれば同じように QR2 にしてもらってもいいのかなと思います。それでは開封していきます。開封終わりました。旧式のクイックリリース QR1 なんですけど、このように、軸とクイックリリースをもうネジで止めれるようになってるんで、ちょっと合成感に不満がある人、音が出たりとかする人は、一度こうやって、このネジ使ってみてください。今から QR2 に取り替えるんで、こうやって取り外していっています。で、この押さえの金具、黒い金具をまず緩めて、ついてるネジをまず緩めて、で、その後、軸を引っこ抜くとすぐ抜けます。で、接続部なんですけど、USB の Type-C がついています。で、その後、この旧型の金具を取り外します。で、そしたら、新しい QR2 Type-C を挿そうかなと思ったんですけど、これ最初にこう挿してしまうと良くないんですよね。はじめに新しい金属の金具を、押さえをですね、入れないといけないのに、先にこうやって入れてしまって、慌てて引き抜いてます。まずこっちの、新しいこの金具を取り付けないといけないんですよね。で、ボルトをちょっと緩めて、先にはめ込んでから、新しい QR2 を差し込んでいきます。しっかり垂直に差し込んだら大丈夫です。で、ちょっとこ
この先に入れた金具の向きとその位置が大事なんで、説明書に従って間違えないように取り付けてください。もう冷却だとか、ハンコの冷却とかに影響があるみたいなので、正しい位置に取り付けましょう。この丸い黒い金具を奥に押し付けるんじゃなくて手前に出してきて、で、こうやって2つのネジを交互にこう締めていって、で、8ニュートンメーターで締めてねって説明書には書いてます。大体そのネジのところから、ボルトのところから10センチぐらいのところに 8kg の重さをかければ8ニュートンメーターのトルクをかけれるんで、自己責任でお願いします。まあ、全力で締め付けすぎるもんじゃないですよってことですよね。で、もともと、クイックリリース2をつけていたフォーミュラ V2 ステアリングを差し込んでってます。もう綺麗にはまりました。もともとステアリングはクイックリリース2はもう1個持ってて、さっきのフォーミュラ V2 に主に使ってたんですけど、もう1個じゃ全然足りないんで、高いなと思いつつもう買っちゃいました。なので、今回は円形のステアリングである BMW V2 ステアリングにも取り付けて、僕の場合はフォーミュラ V2 と、フォーミュラステアリングのフォーミュラ V2 とこの円形の BMW V2 ステアリングの2台運用を基本的にやっていこうかなと思ってます。これでストレスはかなり減ると思います。ほんと1個だけだったら、このクリースを付け替えながら遊ぶのは本当にストレスなのでやめた方がいいと思います。こうやって2個以上用意した方がいいと思います。ちょっとピントが床に合ってて申し訳ないんですけど、今回2個目の QR2 ということなんですけど、1個目が本当の初期モデルを買っちゃったんですけど、機能としては全然問題ないし満足してるんですけど、表面の処理が初期モデルはなんかザラザラしてるなという印象で、新しいのは結構サラサラしてるんですよね。この金属の塊1個が、確かに、自分で作れるかって言われたら作れないですけど、これが16,000円するっていうのは、グッとくるものがありますよね。僕の場合は、DD1 を持っていたり、将来的に出るかどうかわかんない、日本で発売されるかどうかわからないけども、クラブスポーツの DD プラスを買ってもいいかなと思ってるんで、プラスチック製の QR2 ライトっていう選択肢はないんですけど、CSLDD だとか GTDD プロだけを使おうかなと思ってる人は、プラスチック製の QR2 でも、QR2 ライトでもいいんじゃないのかなと思ってます。もう何回も付け替えしてるんで、もう取説を見なくても、取り替えできるようになっちゃっています。もう終わりますよ。はい、終わりました。ということで、QR1 がついた GT の公式ステアリングと、あと2つの QR2 がついたステアリングたちです。で、これで QR2 が2台体制になったわけなんですけど、こうやってもうすごい抜き差しが結構簡単なんですよね。他のメーカーの QR、クイックリリースも触ったことありますけど、これ結構楽だと思いますよ。他のに比べて。高いですけど。ほんとスムーズにスルスルスルっと入ります。ということで QR2 をつけた状態でレースをしましたけど、確かに合成はしっかりあります。QR1 からどれだけ変わったのかと言われると、どうなんですかね。いや、変わってるんですよ。で、合成もあるし、FFB も、細かい FFB がすごい伝わってはくるんですけど、もともとの QR1 でも別にいいんじゃないのかと思ってたので、その FFB に関してはそこまで大きく変わってないんじゃないのかな。変わってるんですよ。変わってるけど、その数万円かけた割にはそんな変わってないなっていう印象ですね。今 BMW のステアリングで走ってるんですけど、この後フォーミュラステアリングで走りますけど、直径がだいたい5センチぐらい違うんですよ。ステアリングの直径が。これ全然感じ方が違いますよ。なので、ちょっと8ニュートンメーターっていう制限がある CSLDD だとか GTDD プロを買われる方っていうのは、やっぱり直
径がちょっと小さめなこういうステアリング持ってると、より FFB を強く細かくダイレクトに感じやすくなるなっていうのが、このクイックリリース2を簡単にこう変えれるんで、すぐこう比較できて、改めてこういう感想を言ってます。これがクラブスポートの DD だとか DD プラス、ポーディアム DD1、2とかになってくると、大きめな、ステアリングでも細かい FFB をより感じられたり、強い FFB を感じられるようになってくるんだろうなと思います。ということで、視覚的にはこっちの動画見てもらった方がいいんですけど、言いたいこと全部言えたかどうかっていうと怪しいので、それはもう概要欄のブログを読んでください。ということで、もしよければいいねボタンとかチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいです。終わり。